皆さんこんにちは。アクアビッタ中の5分解説です。今回の話は、シェアハウスの広がりとともに家族の形が変わるっていう話です。シェアハウスは最近20代から30代前半の若者を中心にもすっかり定着しています。一般社団法人日本シェアハウス連盟の調査によると、2013年には2700棟だったシェアハウスっていうのが2020年には約5100棟まで増えたということです。つまりこの7年間で棟数が約 90% も増えたということですから、シェアハウスの人気っていうのはわかると思います。シェアハウスを選ぶ理由っていうのは様々です。まず最も多いのは家賃、初期費用が安いっていうこのコストの安さです。で、東京都内で比較的立地のいい場所でも家賃はこのシェアハウスの場合月額 4,5 万円台っていうところが珍しくないです。で、所得が少ない人ももちろんですけども、お金があっても住居には極力かけたくないという人たちがたくさんいます。シンプルな生活を求める人たちも好んで選んでいるということがあります。そしてもう一つ理由として大きいのは、他の人と交流できるということです。一人暮らしは寂しい、友達を増やしたい、助け合いながら暮らしたいとか、こういう誰かとの触れ合いを求めてシェアハウスを選ぶ人たちも増えています。特に若い世代は SNS などの浸透によってネットで誰かと常につながっているっていうのが今当たり前になっています。そのためプライベートでも他の人と生活を共にするっていうことが抵抗を薄れていっています。で、さらに最近では利用者の目的に合わせて様々なタイプのシェアハウスが生まれています。似たような境遇とか、あるいは価値観が近い人たちが集まるコミュニティ型のシェアハウスが増えていくと思います。で、具体的には子育て中のシングルマザーとかシングルファーザーが集まるとか、アクティブシニアが集まって共同生活するっていう、こんなイメージです。同じ趣味や興味を持つ人たちが集まって一緒に暮らすっていうケースは増えていくでしょう。すでにクリエイターやミュージシャン、あとペットを飼っている、あと料理好きとか、こういったことを入居条件とするシェアハウスも実際増えてきています。で、趣味や境遇に共通性があると、住人同士のコミュニケーションというのが取りやすくなる。そういうことはもちろんですけども、お互いに悩みを相談して助け合うこともしやすくなる。そういうことが期待されるということです。もう一つ今後増加が予想されるのは、外国人と生活空間を共有するっていう、こういうケースです。日本ではこれから労働人口の不足を背景に、若年層を中心に外国人の労働者が急速に増えることが予想されます。で、住居費を抑えるためにルームシェアっていうのは他の国では当たり前で一般的に行われています。日本ではコストが安いシェアハウスを利用する外国人がこれから増えていくことでしょう。一方、日本人の方も外国語の習得とか異文化と触れ合うことを目的に多国籍の人々と共同生活を選ぶ人は珍しくなくなると思います。最近、最高裁判所でも同性カップルに対して異性の事実婚と同じような民法上の保護に値するっていうことを認める判決が出たり、あるいは LGBT に対する社会的な理解が深まりつつあります。家族っていうのは血縁や子孫を残すことが必ずしも前提ではなくなってくる。そういうふうに今なりつつあります。さらにこれからはシェアハウスで他の人との共同生活が普通になることをきっかけに家族っていう概念が変わっていく。そういうふうに私は考えています。そしてこのシェアハウスの発展系として、そこから生まれた他人同士のコミュニティを家族とする人たち。こういう人たちが増えていくことでしょう。そしてこれは社会的にもコンセンサスを得るようになっていく。15年後、そんな社会になるというふうに私は予測をしています。